いい感じの黄色い色を出すのがすごい難しくて、いろいろ試行錯誤したかな。黄色いカレー食べてみたらすごい美味しくて、出汁が効いてて。はい、お待たせです。不思議と食べたくなるんですよね。一見シンプルですけれども、味のコツが隠されてるんだなと思って。40年50年前によく食べてた味です。ずっと続いてほしいお店ですね。はい、お待たせ。大盛りダブル。すごいことになってます。ありがとうございます。またよろしくです。ありがとうございます。ありがとうございます。これ20合炊けるけど、14ぐらいが限度というか、それが一番ね、美味しく炊ける。多い時で何升ぐらい炊くんですか？今日は14、その時によって全然違うからね、その日何人来るか読みつつ、でも足らんとあかんから、まあちょっと多めに炊くみたいな感じかな。この辺で一番スタンダードな清須信長米使ってます。カレーなんでちょっと固めに、もうすぐ炊いちゃいます。いつも来てるなぎちゃんっていう女の子がおばんざいを作って出したいとか言うので、ここで夜やったらどうす、おばんざいカフェ的な小料理カフェってつけたけど、のれんは作ってある。これがラードです。夏とね冬でね違うもんでね、ラードとか入ってるから油だから、高いと緩くなって寒いと硬くなってみたいな、その辺も加減しながら調整して、その粘度に伴って分量を若干変えてます。結局食べて美味しいかどうかで小麦粉です。味とこの黄色い色、いい感じの黄色い色を出すのがすごい難しくて、最初はねどうしても焦げ茶っぽくなったりとか、どうしたら黄色になるんだろうなと思っていろいろターメリック、ウコンを多めに入れたりとかしてたけど、ただウコンを入れたらいいっていう問題じゃなくて、固形のルーが日本にまだ開発されてなかった頃は皆さんこうやって作ってたみたいで、こういったなんかカレーのレシピとかどうやって勉強されたんですか？僕がこれを一番最初に参考にさせてもらった新潟のバスセンターの黄色いカレーっていうのがあって、実際行って2回ぐらい食べたけど、でも同じには絶対なんなくて、そして黄色の色が出ず、それをやるのにすごいいろいろ試行錯誤したかな。固形のルー使ってやればすごいもっと簡単にできるんだろうけど、その辺はまあ自分なりのこだわりというかね、材料は別に特別なもの何も使ってなくて、どこにでも売ってるようなもので美味しいもんでいたらいいなとやってますね。死んだらここにカレー粉を入れていきます。独自に調合しているカレー粉、いろいろ試したけど、この SB のこれがもう発売して100年経ってるんだけど、これを基本にしてやった方が美味しかったんで、もうかなわないなと思って、最初研究段階ではいろんなスパイスこうやってみたりしたけど、完成されとるね、本当にこれを超えようなんてね個人が思っちゃダメだなと思いました。オープンしてすぐぐらいの時にたまたま SB の社員の方が食べに来て、外回りの営業の方だったんでね、でよくカレー屋さん行くんですかって言ったら、やっぱ見つけると入っちゃいますねとか言っておっしゃってましたね。美味しかったとお褒めをいただきまして、 SB の方に言われたら嬉しいですよね。普通に生姜とニンニクってね基本としてあるもんで、入れてみたらさらに美味しくなったんで、これがルーの完成。
だしはカツオだし、アジとサバ。蕎麦屋さんとかそうそうそう、一緒なんですね同じです。いわゆる和風だし。魚介系だけですか？昆布がちょっと入ってます。あと白だしとか。だし取ってあらかた100度ではなくもうちょっと下がった状態にしないとなかなか溶けなくて、味噌汁に味噌を溶かす要領というか、これを思いつくまでねいろいろやった。これをドバッと入れてかけ混ぜてもなかなか溶けなくて、最終的にこの味噌汁作るパターンがね一番うまくいったというか。見た目も合わせ味噌みたいな。でしょう。いつもここでね味噌汁作っとる気分になりながらカレーを作ってます。これで一煮立ちしたら完成です。立ちさせるとこうやってとろみがついてくる。分量とかそういうのは参考にさせてもらったけど、オリジナルの黄色いカレーっていうのを目指して、こだわり出すとキリがないからどうこだわりを捨てるかみたいな結局それを食べたお客さんが美味しいと思うかどうかが全てで、これはねバンドをやっていて学んだことで、この曲いい曲だなと思って作ってこだわって組み立てても、それを聞いたお客さんがパッと聞いていいと思うかどうかっていうのが重要で、どこをこだわらないようにするか、それをこだわり出したら本当にキリがなくなる。トッピングで人気なのはこれとんかつですか？やっぱりそうやね、とんかつ、チキンカツあたりが人気かな。イカぐらいも人気だけどね、あと白身ぐらいも人気かな。カレーのトッピングでこういう薄っぺらいとんかつを食べた時にすごいそれが美味しくて、うちのこの黄色いカレーにのトッピングとして考えた時に、おじいちゃんおばあちゃんとかに聞くと昔のとんかつはもうみんなペラペラだったよみたいな、あこれこれみたいなことをよく言われるんで、そこからこだわってね、最初はねほんとね肉屋さんにもうミリ単位で切ってもらってて、いろいろ試行錯誤して今のに落ち着いたっていうね。21歳かそれぐらいの時に、当時バンドをやっていて初めてアメリカツアーに行った時に、テネシー州メンフィスでエルビス・プレスリーもビートルズもカバーをしてたロックンロールレジェンドのカール・パーキンスのサイン会があって、それに行ったよね、日本からロックンロールをこの国にしに来ましたって言ったらば快くサインしてくれて、この時着てたジージャンの背にサインもらって、で写真撮ってもらって。上田さんほどご活躍された方でもやっぱ音楽で食べるのって厳しいんですか？音楽でそれだけで食おうと思うと、純粋にその音楽をやること以外のことの方が考えないといけなくなるんで、自分のバンドの売り上げを上げるためにどうしようとかね、インディーズの場合は全部自分で考えないで活動しないといけない。バンドって言っても一人でやっとることじゃないから、組織なもんで、それを運営維持していくっていうのは結構ね大変だろうね。60年代70年代のそのレトロな当時もののランプシェードって1つ2つは出るんだけど、5個揃ってっていうのがなかなかなくて、どうしようかなと思っていろいろ考えて、これよく見てもらうと実はねフロー系を2個重ねてて、あと自作なんですか？そう100均でフロー系を見た時、それを重ねたらそこからフロー系がもうランプシェードに見えなくなって、ちょうどいい感じの色があったもんでね、それをこうそこをくり抜いて、これでランプシェードレトロなそれっぽく見えるかな。これは関係ないです。テレビデオを導入してブラウン管のテレビと VHS テープが見れるよって言ったら、割とお客さんが当時の MTV とかね、1988年とか9年、当時自分でその方が録画してコレクションで持ってたやつを持ってきてくれました。今はこれ作るとき注文入ってから完成させるんだけど、最初は全部入れてたんだけど、そっちの方が早く作れるけど、ずっと煮込んどくと玉ねぎが溶けてなくなるのと、分量の割り当てがすごい難しくて、最後の方全然具がなかったりとか、そういうことが起きるので、今は注文入ったら個別に1人前ずつやってます。
前職がライブハウスの店長をずっと15年16年やってて、コロナの時期とかなんだかんだあって退職しまして、新潟に旅行に行ったんですね。食がない時期に。そこでバスセンターの立ち食い蕎麦屋さんがあって、でそこで出してるカレーっていうのが黄色いカレー、これ食べたいなと思って食べたんですよ。そしたらものすごく美味しくて、そういや黄色いカレーって食べたいなってたまに思うけども、なかなか食べれるとこが名古屋では少ないな、こういうお店あったらいいなって思って、黄色いカレーの研究をそこからしていろいろ調べまくったり、黄色いカレーって名前がつくとこにはなるべく自分で食べに行ったり、1年半ぐらい毎日家でカレーを作ってようやくできたって感じですね。それと同時に物件もずっと探してたんですけど、前から知ってた方のところでどうやらカレー屋さんがあったけどちょうど空いたみたいだよっていう話聞いて、そこでしようと思って今に至ります。あのね、ちょっとメニュー変わった。本当だ。じゃあミニで僕。うん。少々お待ちください。うどんテープとか。テレビデオが増えたもんでね。映るんですか？映るよ。結構綺麗やで。ライブのやつとかいっぱい持ってたんですよ。ボーイとか欲しかったな。って言ったら、うん。なんか練習してますよ。書く。久々なんで。うい。いただきます。わあ、すっげえ久々。久々に食べたけど、変わらんでしょ？変わらん。微妙に美味しくはしとるんだけどね。あんまり大幅に変えない。もうずっとエアドロップ使ったことなかったですね。参ります。490円です。ありがとうございます。よく来られるんですか？オープンした時から結構珍しいじゃないですか。それでちょっと来てみたら、黄色いカレー食べてみたらすごい美味しくて、出汁が効いてて懐かしい雰囲気とか好きなんで、周平さんも気さくな方で音楽とか好きなんで、そういう話とかして、そういうつながりで黄色いカレーっていうのがライブハウスをやる前に自分でバンドをやってたんですけども、その時によくライブとかで東京に行って、20歳ぐらいだったかな、お金もないもんですからよく蕎麦屋さんに行って、蕎麦屋さんのカレーが割とすごい安くて美味しくて、そういう黄色いカレーだったんですね。はい、お待たせです。あ、そう、大盛りダブル。まあ、それは材料を買ってないもんで。あります。ありがとうございます。世代的にもろバンドブームの世代なんで、中学校ぐらいから遊び半分でやってたんですけども、いろいろあってね、高校僕1年で辞めて、でその後僕焼肉屋さんで店長しばらくやってて、そこでねばったり会ったんですよね。当時バンドのメンバーと曲とか作ったりしてるから、よかったらスタジオ入ろうよってなって、入ってみたらすごいいい感じだったんで、そのままじゃあバンドやろう、ガソリンっていう名前のバンドなんですけど、やるからには真剣にやったらどれぐらいまでいけんだろうなみたいなところで、それが19か20歳かそれぐらいで、そのバンドがスタートしてから在籍してたんですけども、14年頑張ってやってましたね。普通のカレーで、はい。
ぎ粉と片栗と半々で、あともう塩コショウのみみたいな、もう竜田揚げに近い唐揚げを開発しましたね。はい、お待たせ。はい、ありがとう。気づかなかったでしょ。全然気づかなかっただってよくいらっしゃるんですか？週1ぐらいは最初お邪魔した時ね、マスターの声がいい声だなって言っていろいろ聞いたらね、プロのミュージシャンだったみたいで、ドラマだったみたいで、人柄もよろしいみたいで、いろんな人脈を持っていらっしゃって、アメリカ公演もされたそうですし、話も面白いし、カレーも美味しいんですよ。お手伝いの女性もいい人ばっかりだと思いますからどうですか、黄色いカレー。不思議と食べたくなるんですよね。他にもね、多分大手のチェーン店とかいろんなカレー屋さんあるんですけど、ここに何か吸い込まれてるし本当に店できた時からずっと通ってくれてる。一見シンプルですけれども、奥深いノウハウというか味のコツが隠されてるんだなと思う。とんかつもよく頼むんですけど、厚さとか歯応えとかそれを計算してその辺がすごいなと思ってね、こだわりのある方で、だからこう惹かれるんでしょうね。20年ぐらいへそうか。僕らやってたらそれ以来ね、飲みに行ったり。今日も美味しかったです。いつもありがとうございます。じゃあまたお邪魔します。いつもありがとうございます。ありがとうまたおございます。待ちしてます。ありがとうございます。いらっしゃい。こんにちは。今日テイクアウトであ、もう全然。なかなかいいのがああ、すげえ。大道芸のパフォーマーでこういう活動をしながらイベントで一緒になったり、めちゃくちゃすごいですよ。大道芸みたいなお手玉したりするマジックやったりみたいな、アクロバットみたいな逆立ちとかもしたり、子供からお年寄りまで誰が見ても楽しめる。僕がお客さんだった場合にこういう店があったらいいかなみたいなところから始めてるので、チェーン店とかに飽きちゃったなみたいな違いの分かる大人に来てもらえばいいかな。もちろん子供からお年寄りまでどなたでも。これ隣のアパートに越してきた子供さんがこういう感じでね、初めて食べたカレーとても美味しかったです。家がとても近いのでいつでも行けて嬉しいです。ちょこちょこたまに来てくれて嬉しいですよね。お父さんと兄弟で来てくれて、その次の日にこれを書いて持ってきてくれて、もうちょっと泣きそうになりましたね。カレー屋さんやってよかったですね。やってよかったなと思ってね。これも飾ってあるんですけど、まだ置いてますから。いらっしゃい。お好きな席に。カレーのほうれん草。カレーのトッピングですか？カレーラーメンですね。はい、お待たせ。トッピングなしの方。はい。ほうれん草ちょっと。はい、お待たせ。ありがとうございます。よく混ぜて食べてね。いただきます。オープン当初から来させていただいてまして、初めはなんだこの店と思ったんですけれど、入ったらすごく居心地のいいお店でして、でオーナーもすごい気さくな方でして、いざカレーライス出てきたらすごく心が落ち着くような味で、オーナーさんの人柄が出てる懐かしい味、そこからですね、妻とよくしてます。ずっと続いてほしいお店ですね。おすすめのトッピングとかってございますか？基本的に全部美味しいんですけれども、ほうれん草はとっても合います。ぜひ皆さんに食べていただきたいです。じゃあお邪魔しました。ありがとうね。ごちそうさまでした。お客さんに懐かしんでいただきたいなっていう。だいたい僕と同じ4、50ぐらいを中心としたお客さんが多いもんですから、上の世代とか懐かしいなって思ってもらえたらいいなみたいなね、そういう感じで昭和レトロな感じにしてます。普通でチーズとナス、あとビール2つ。もともと自分で何かお店をしたいなって思ってて、名古屋
で個人でやられてるカレー屋さんって東京とか大阪に比べるとすごく少ないような気がして、あるのはもちろんあるんですけど、カレーはまあ国民食でね、皆さん好きだし、もちろん僕も好きだし。はい、お待たせ。よくわからん一日だったね。ああ、かもわからんですね。ちょっと聞いてきますね。やってますね。いらっしゃいませ。こんにちは。どうも。はい、普通の。ありがとうございます。東京にガレージロックという世間一般から行くとマニアックなジャンルがありまして、そのやってたイベント見たらすごいカルチャーショックを受けて、ここで僕やりたいなと思ってデモテープをもう一回作って、もう一度東京に行ってそこの出演してた方とかに渡して自分たちも出れるようになったんですね。ある日大先輩のティーンジェネレートっていうバンドなんですけども、そこのメンバーがちょっと録音してみないかっていうことでスタジオまで行って録音していただいて、それをアメリカのレーベルに送ってもらってて、そのレコード会社レーベルから出しましょうっていうことで、そこで全世界デビューになったっていう経緯ですね。その後アメリカツアーも何度かし、ニルバーナとかも使ってたね、シアトルにあるスタジオでファーストアルバムをレコーディングをして全世界デビューみたいな感じで、まあインディーズですけどね。はい、お待たせ。もうめちゃめちゃ美味しいですよ。黄色いカレーは懐かしく感じられますか？懐かしいですね。40年50年前によく食べてた味です。違ったのかな。あれないですね。思い出で。思い出お願いします。ペンダって書いてあるからペンダって言って言ったら、ね、知らずに買った人がすごいな。これか、買った瞬間に言ってました。お一人にしようかという。ダブルはこれは2杯分ということなんでしょうか。大盛り分かける2。おお、すげえ。いやでもありがたい。はい、お待たせ。大盛りダブル。おお、ありがとうございます。すごいことになってます。冷凍冷蔵庫ってそうなんですよね。結構いつもありがとうございます。またよろしくです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや本当ね、皆さんに助けられてます。そうだったんですね。いろいろ教えていただいてね。ありがとう。ありがとうね。
僕の歌を聴け曲を聴けっていうのではなく、どうしたらお客さんにもっと満足してもう一度ライブに来てもらえるか、自分がやってるアルバムを買ってもらえるかとかね、そういうことを考えながらやってましたんで、やっぱり客商売なわけですよ。ミュージシャンとかね、芸術性っていう面ももちろんあるとは思うんですけど、それよりも僕はやっぱり好きでいてくれるお客さんをもっと満足させたいなっていうのは今でもやっぱりありますね。どんなところにあってもね、来ていただけるようにはしたいなと、これからそれを目標に。はい。超懐かしい。東海ボールって近所にあったボーリング場の一室で、当時スタジオやってて、そこで撮りました。今もう解体されたのかな、もう潰れて。フランス共和国ラ・センキュームテレビ局外務省海外広報課招待の日本の若者っていうタイトルの番組にちょろっと出た1996年。僕間違えて自分のね、電話番号とファックスの番号を載せてしまった、裏ジャケに。家に毎日ファックスがダーって紙がものすごいいろんな国からで、そのうち紙も切れたまんまになってて、どうやら何度かファックス送ったんですかとか言われて、で東京にライブ行ったら突然テレビクルーが待っててみたい、そういう番組。日産モータース in ハワイ SER っていう車の CM ソングになったという。これ日産から送ってもらって、僕が確か作って僕がレコーディングをした音が全ハワイに流れたっていう。2002年かな。他にもいろいろあるけど、そんな感じです。作ってるものが曲とか楽器演奏っていうのからカレーを作るっていう手段が変わっただけで、目的はお客さんに満足してもらいたい、喜んでもらいたいっていうのは同じですよね。それは今でもロックを続けているというかそういうスピリットでやってますね。自分がこうやって今お店をやってるっていうのも、もちろん自分一人では成し遂げれないことであり、でそしてこれからもここの場所を貸してくれてる方はじめ、来てくれるお客さんがないとやっぱり成り立たないわけですね、お店って。そこに感謝をしつつ、何かしら自分ができることでお返しができたらな、本当にそれは思います。はい。